こっちから皆さん、こんにちは。ラペラのカナです。今日も一緒に日本語の勉強をしていきましょう。今日のアニメは夜は猫と一緒です。長いですからみんな夜猫と呼んでいます。夜猫は社会人の風太くんと猫のキュルガの日常のお話です。では今日見るアニメのシーンとキャラクターについて説明します。風太くんはキュルガという猫を飼っています。今日見るのは風太くんがキュルガと家で過ごしているシーンです。夜猫は1話がとても短くて話の内容もシンプルです。セリフも少ないです。ではアニメを見る前に単語を確認しましょう。英語とスペイン語で説明します。今日は5つですね。まず1つ目、隣、アラドですね。このイラストにもあるように自分の横、右でも左でも隣という言葉を使うことができます。2つ目は座る、座ります。センタルセですね。このイラストのアクションです。3つ目、気持ち、センティメントです。嬉しい気持ち、悲しい気持ち、残念な気持ち、びっくり、いろいろなもの全部含めて気持ちと言います。で、その気持ちの中で、はい、幸せ、4つ目の単語ですね。フェリシダ。幸せというのは嬉しい気持ち、嬉しかったり楽しかったりポジティブな気持ちの時に使います。そして5つ目は距離を取る、テネラディスタンシアですが、このイラストのように文字通り人と人の間に距離がある時に使います。今日見るアニメのシーンではこの距離を取ります、取るの部分が受け身、取られるという形で使われていますので気をつけてください。このリストをこのまま使いたい人は今ここでスクリーンショットを撮っておいてくださいね。ではアニメを見ましょう。見るときにこの質問の答えを考えながら見てください。風太くんはどんな気持ちですか？アニメを見た後で答えをチェックしますね。じゃあいってらっしゃい。キュルガが隣に座りに来ると幸せな気持ちになる。でもこっちから隣に座りに行くと距離を取られてしまう。おかえりなさい。どうでしたか？風太くんの気持ち分かりましたか？では2つチェックします。まず1つ目は猫、キュルガですね。猫のキュルガが隣に来た時。2つ目は風太くんが猫のキュルガの近くに行った時です。では1つ目、キュルガが隣に来た時、風太くんは幸せな気持ちになります。じゃあ2つ目、風太くんがキュルガの近くに行った時、風太くんはどんな気持ちですか？これは残念な気持ちになります。距離を取られてしまうと言っていました。てしまうというのはがっかり、残念、ちょっと悲しい気持ちになった時に使う文法です。今日はこの文法については勉強しませんが、てしまうについてのビデオがありますので、勉強したい人はそれを見てみてください。ではもう一度アニメを見ましょう。今度は穴になっている部分をよく聞き取ってくださいね。じゃあいってらっしゃい。キュルガが隣に座りに来ると幸せな気持ちになる。でもこっちから隣に座りに行くと
距離を取られてしまう。おかえりなさい。どうでしたか？わかりましたか？一つ目はキュルガのアクションですね。隣に座りに来る。キュルガが隣に座りに来ると言っていました。じゃあ2つ目。2つ目は風太くんのアクションですね。隣に座りに行く。こっちから隣に座りに行くと言っていました。今日はこの何々に来る、何々に行く、この2つについて勉強していきます。では勉強に入る前にちょっと復習ですね。このイラスト見てください。女の子のアクションは何ですか？行きますですね。どこに行きますか？はい、学校に行きます。じゃあこのイラスト見てください。これが私、自分です。この2人は友達です。この友達のアクションは何ですか？教室に来ます。じゃあこちらのイラストを見てください。今度はこれが私、自分です。これが友達です。はい、このイラストで友達のアクションは何ですか？うちに来ます。はい、皆さん、行きますと来ます。大丈夫ですか？今日はこの2つずっと使いますから、よく覚えておいてくださいね。では皆さん、この2人のアクションは何ですか？どこに行きますか？はい、ショッピングモールです。この2人のアクションはショッピングモールに行きます。ショッピングモール長いですからモールと言ってもいいです。私はモールと言いますね。じゃあモールに行きます。皆さんはモールに行くとき、モールで何をしますか？どうしてモールに行きますか？例えば、ショッピングモール、ショッピングですから買い物ですよね。例えばこのイラスト、服を買います。モールに行きます。どうしてモールに行きますか？服を買います。この2つの文を一緒にしましょう。モールに服を買いに行きます。モールに服を買いに行きます。じゃあ次、このイラストどうですか？モールに行きます。どうして行きますか？はい、映画を見ます。大きいモールだと映画館が入っているところもたくさんありますよね。はい、ですから映画を見たいですからモールに行きますという人もいるかもしれません。はい、この2つの文一緒にしましょう。モールに映画を見に行きます。見ます。見に行きます。じゃあ今度はこれどうですか？モールっていろいろなお店が入っていますよね。その中にレストランとかフードコートとかご飯を食べるところもたくさんあります。ですからご飯を食べたいですからモールに行きますという人もいるかもしれません。じゃあご飯を食べます。モールに行きます。一緒にしましょう。モールにご飯を食べに行きます。食べます。食べに行きます。どうですか？ここまでいいですか？じゃあこのビデオを見ている皆さんの中にももう日本に行きましたとか日本に住んでいますとかこれから行きたいですという人もいるかもしれません。じゃあ日本に来たことがある人に質問です。どうして日本に来ましたか？目的、理由は何でしたか？きっとこれから日本に来る人も日本に来たらたくさんの人からあなたはどうして日本に来ましたかと聞かれると思います。聞かれることがあるかもしれませんのでその時の準備のためにもちょっと考えてみましょう。例えば日本語の勉強のために日本に来ましたという人もいると思います。じゃあ日本語の勉強、日本に来ました。一緒にしましょう。日本に日本語の勉強に来ました。じゃあ例えば皆さん温泉知っていますか？アグアステルマレスですね。日本は温泉が結構有名で私も温泉とても大好きです。日本のいろいろなところに有名な温泉がたくさんあります。じゃあ温泉に入ります。日本に行きます。一緒にしましょう。日本に温泉に入りに来ました。入ります。入りに来ました。じゃあこれはどうですか？この言葉聞いたことがありますか？聖地巡礼ちょっと難しい言葉かもしれませんが最近とても流行っています。聖地巡礼というのはスペイン語でペレグリナル・アルガレス・サントス。もともとの意味は自分の宗教にとって重要な場所に行くこと、重要な場所を巡ること
なんですけど、日本では最近はアニメやドラマに出てくる実際の場所に本当に行くことという意味で使われることがあります。例えば私はジョジョの奇妙な冒険というアニメがすごい好きなんですけど、宮城県に行った時、ジョジョに出てくるキャラクターの名前がついている町に行って、そこで写真を撮ったことがあります。はい。これもちょっと聖地巡礼ですね。最近はアニメのそうですね、呪術廻戦とかも、東京の渋谷が舞台になっているので、聖地巡礼で行く人もいるみたいです。じゃあ聖地巡礼、日本に来ます。一緒にしましょう。日本にアニメの聖地巡礼に来ました。聖地巡礼、ちょっと難しいですが、知らないかった人はぜひ覚えてください。じゃあちょっと文法のルールを確認しましょう。この文法で使う動詞は行きます、来ます、帰りますの3つだけです。で、この動詞はいつも場所に行きますを使いますよね。例えばモールに行きますとか、日本に行きますとか、うちに帰ります。で、この場所にと行きます、来ます、帰りますの動詞の間に目的を入れます。動詞を使うときはマス形を使います。マス形ですが、でもマスを取ってくださいね。それから名詞、ススタンティーブを使います。例文を見てみましょう。モールに服を買いに行きます。買います。マスを取ります。買いに行きます。このにとても大切ですから忘れないでくださいね。2つ目。モールに映画を見に行きます。見ます。マスを取ります。見に行きます。日本に日本語の勉強に来ました。勉強は名詞ですからそのまま使えます。日本語の勉強に来ました。それから日本にアニメの聖地巡礼に来ました。聖地巡礼、これもススタンティーボですからそのまま使ってください。聖地巡礼に来ました。どうですか？わかりましたか？よかったらぜひこの画面もスクリーンショットに撮っておいてくださいね。それからこの文法一つ大切なポイントがあります。それはこの目的のところには一番のメインの目的を入れてください。例えばこの例文、モールに服を買いに行きます。これはショッピングモールに行く一番の目的が服を買うことなんですね。ショッピングモールってたくさん店がありますから、もしいいのがあったらアクセサリーを買うかもしれないし、いいのがあったら靴も買うかもしれない。途中でお腹が空いたら何か食べるかもしれません。でも、それは一番の目的じゃないです。この文では。モールに服を買いに行きますというのは一番の目的が服を買うことだから、この言葉を入れています。わかりますか？例えば、ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどのテーマパークに行くときに皆さんの目的って何ですか？多分新しいショーを見ることとかアトラクションに乗ること、遊びに行くことだと思います。ですからディズニーランドに遊びに行きますとか、ディズニーランドに新しいアトラクションに乗りに行きますというのはとてもいい文ですよね。でも途中でお腹が空いたら何か食べることもあります。ちょっと喉が渇いたなーってお茶を飲むこともありますね。でもそれはメインの目的じゃないです。ですから例えばディズニーランドにご飯を食べに行きますってちょっと変ですよね。ディズニーランドにお茶を飲みに行きますっていう人も少ないと思いますですからそこだけちょっと気をつけてください。夜猫のシーンと一緒にもう一度確認しましょう。まず一つ目のシーンですね。これはキュルガのアクションです。キュルガが隣に座りに来る。二つ目は風太くんのアクションです。風太くんは隣に座りに行く。座りますですから座りに来る。座りに行くです。どうですか？ここまで大丈夫ですか？わかりましたか？もしわからないこととか質問があったらコメントに書いてくださいね。じゃあ少し練習しましょう。イラストを見て今勉強した文法を使って文を作ってください。ではまずこの男の子のアクション何ですか？ここはどこですか？公園です。公園に行きます。この男の子の目的は何ですか？遊びますですね。じゃあ遊びます。公園に行きます。一緒にしましょう。公園に遊びに行きます。じゃあこれはどうですか？
この2人のアクションは何ですか？これはどこですか？はい。山に行きます。目的は何ですか？写真を撮ります。山に写真を撮りに行きます。じゃあ今度は日本に来ます。有名なアイドル、有名なバンド、有名なスポーツ選手や、芸能人が来ることもありますよね。じゃあこのアイドルにしましょうか。このアイドルは日本に来ました。どうして日本に来ましたか？日本にコンサートをしに来ます。日本にコンサートをしに来ます。少し前に日本にもテイラー・スウィフトがコンサートで来ましたけど、他にも韓国のアイドルだったり、有名なハリウッドのスターだったり、スポーツ選手だったり、有名な人が来るときって、このイラストのように本当にファンが空港にたくさん来て、うわーってなるんですよね。皆さんの国も同じですか？写真を撮ったり、サインをくださいって言ったり、プレゼントあげたりする人もいますよね。じゃあ次。今度は、これは家ですね。自分の家ですから、アクションは帰りますを使いましょう。家に帰ります。どうして帰りますか？この人は忘れ物。これは忘れ物と読みますが、忘れ物をしました。何を忘れましたか？これ、財布です。カルテラですね。ですから、この人は家に財布を取りに帰ります。財布を取ります。家に財布を取りに帰ります。帰りますは家だけじゃなくて、これ国も使うことができますね。自分の国。例えば今皆さんの中にも日本に住んでいる人、日本に留学している人いると思いますが、日本に住んでいますけど、例えば休みの時にちょっと自分の国に帰りますということがあるかもしれません。じゃあ自分の国に帰ります。国に帰るとき、目的は何ですか？国に家族に会いに帰ります。家族に会います。会いに帰ります。どうですか？ここまで分かりましたか？とてもシンプルな文法なので、動詞の形に気をつければたくさん使うことができると思います。ぜひ使ってみてくださいね。じゃあ少し私の話をします。私は去年、宮古島というところに行きました。宮古島って皆さん知っていますか？これ日本の地図ですが、日本の沖縄県、ここです。この青いところ。南の、日本の南にある県ですが、沖縄県は島なんですね。で、この中の一つが沖縄県の宮古島という島です。去年私は宮古島に行きました。どうして宮古島に行きましたか？それはこれをしたかったんです。ダイビングですね。沖縄県の海ってとっても綺麗なんです。この写真、これ私なんですけど、沖縄で撮りました。これは海の中の写真です。ですから私は去年、宮古島にダイビングに行きました。ダイビングはスッサンティーボ、名詞ですからそのまま使うことができます。宮古島にダイビングに行きました。ダイビングを初めてやったのはメキシコのコスメル島というところなんですけど、とっても綺麗ですごく楽しかったんですね。ですからもっとやってみたいと思って去年日本で初めてダイビングをしました。ライセンスも取りましたので、今年ももっと行けたらいいなと思っています。このビデオを見ている皆さんの中にもダイビング好きですという人いますか？もしいたらいいスポットを教えてください。日本にもこんなに綺麗な海があるんですね。今度日本に旅行に来る人、ぜひ沖縄も考えてみてください。じゃあもう一つ。これ皆さん見たことがありますか？タケノコと言います。タケノコっていうのは竹、バンブーの竹が長くなる前、伸びる前にこのように掘って日本では食べるんですね。とっても美味しいです。で、いつもはスーパーに売っているもう食べる準備ができているものを買っているんですけど、去年初めて竹林にタケノコを掘りに行きました。その竹林はなんとラペラの緑先生の家の近くにあるんですね。緑先生の家と私の家はちょっと離れています。遠いです。ですから緑先生の家に遊びに行きます。でもタケノコを掘りたいですと言って緑先生が
教えてくれましたですからみどり先生の家にタケノコを掘りに行きました。タケノコはみどり先生の家の庭じゃないんですけど、みどり先生の家の近くにありましたから、そこへ行きました。すごいね、難しかったです大変でしたけど面白かったですね。竹林はとても危ないので、たくさん葉があって、このようなメガネゴーグルをして、服も長い袖の服、長いズボンの服で、怪我をしないようにスニーカーを履いて、こういう手袋もつけて自分の体を守ってタケノコを掘ります。でこれが実際のタケノコです。はい、とても大きいですね。で取ったタケノコはこのようなカゴに入れます。これみどり先生です一緒にタケノコを掘りに行きました。とても楽しかったです。今年も行きたいな。皆さんは日本に何をしに行きたいですか？これから日本に旅行に行きますとか、これから日本に行きたいですという人たくさんいると思います。で、その旅行の目的は何ですか？日本に行く目的、日本に行く理由は何ですか？温泉に入りに行きたいですか？日本の寿司を食べに行きたいですか？アニメの、映画の、ドラマの聖地巡礼に行きたいですか？ぜひコメントで教えてください。じゃあ今日勉強した文法がアニメのどのシーンに出ていたかもう一度確認しましょう。まず1つ目、これはキュルガのアクションでしたね。キュルガが隣に座りに来ると、ふうたくんはどんな気持ちになりますか？幸せな気持ちになります。きっと嬉しいんですねでもふうたくんからこっちから隣に座りに行くと距離を取られてしまう。はい、ちょっと悲しいですね。はい、これ今日の最初に単語のところでチェックしました。距離を取る、テネラディスタンシアですね。この取るが取られるという受け身の形になっています。それからてしまうという文法を使っていますね。てしまうは他のビデオで勉強できますから、チェックしたい人はぜひ見てみてください。ではもう一度アニメを見ましょう。もう今日勉強しましたから、1回目に見た時よりももっとよくわかるようになっていると思います。今度は日本語の字幕も全部ありますから、言葉もよくチェックしてみてくださいね。じゃあいってらっしゃい。ギュルガが隣に座りに来ると幸せな気持ちになる。でもこっちから隣に座りに行くと距離を取られてしまう。おかえりなさい。どうでしたか？最初よりもよくわかりましたか？もっとチャレンジしたいっていう人はぜひアフレコをしてみてください。字幕を読んでこのアニメの真似をして発音を練習します。シャドーイングもとてもいい練習になります。それからこのアニメ夜猫をもっと見たい、もっと知りたいっていう人は、YouTube の説明のところにリンクがありますから、そこからぜひ見てみてください。日常の話とか動物が好きならとってもおすすめです。夜猫は一つのエピソードがとても短くて、今日見たアニメが一つのエピソードになっています。ですからとても分かりやすいですし、短い時間で見ることができるのでおすすめです。まだ日本語の勉強を始めたばかりでレベルがあまり高くないですという人でも簡単な言葉が多いですし、もうたくさん勉強した人でもいい復習になっていいと思います。字幕もありますから、分からないところがあれば調べながら見ることもできると思います。では今日も見てくれてありがとうございました。また次の授業で会えるのを楽しみにしています。またね。Nos vemos pronto. Gracias.